はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月分のタロットリーディングを途中星の解説も挟みながらお話しさせていただきます。お願いします。あともう一つお知らせなんですが、ホロスコープチャートを作ったことがない方に、無料で作れるサイトがもうすぐ完成しますので、またそれは別途説明させていただきます。楽しみにしててください。では早速いきますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。8月です。カップページ、カップ2の逆、ペンタクルスナイト逆、忍者、スター逆、ペンタクルスクイーンの逆、ワンド7の逆。はい、気をつけることにオラクルはカップ3とカップ8の逆と、オラクルはじゃん、はい、ワンドの8です。星で見た時にこの8月っていうのは7月の23日以降ですね、非常に人間関係が活性しているっていうのがあり、人との関係の中でいろんなことを感じ、自分自身を知り、なおかつ、人間関係がいい時って言えるんですね。ただちょっと今金星も逆行してますので、もしかしたら勘違いとかそういうことも起こりやすいんですが、でもそれは本当に雨降って地固まるための前振りでしかないというか、本当に相手を知り自分も知り、いい関係をつないでいけるよっていうね、そういう時期なんですね。なのでカードで見ても、まずこの1ヶ月っていうのは出来事が早いですっていうふうに言われてます。まずこのオラクルがワンドの8っていうことで、もうどんどん物事がどんどん展開していく、そのスピードが速いですと。でこれは自分が起こそうと思って起こしてるわけではなく、もう流れがその流れになっちゃってるっていうような形で、周りが速い、動きが速い、もうそこに乗っていくしかないのかなみたいな感じですね。でもしご自身が今変わり時かもとか、これって変われってことかなみたいに思ったなら、もうそれが正解だと思って変わってください。非常に今慎重になっているというか、自分の心を深く見ようとしてる、それはとてもいいことなんですけれど、慎重になりすぎて橋を渡らないというよりは、もう今この波が来てるなら乗っとこうみたいなぐらいでもいいよっていう感じですね。でなぜそう言えるかというと、やはりいろいろ浮き沈みはあると思いますし、しんどいこともあったと思うんですけれど、でも今この瞬間は水亀座の皆さんの中で何かちょっと嬉しいことが湧いてきてませんか？何かちょっとあれもいいかなとか、こんなことやってみたいかなとか、ちょっと楽しみだなみたいなことがあるんじゃないかと思うんですね。もしくはご自身の中でそういうアイデアが湧いたりとか、ちょっと想像してみたりとかっていう、何か感情的に嬉しいことが芽生えようとしているみたいな感じです。でもそれが本当にそれっていいことなの、それって大丈夫なのみたいなのをちょっと慎重に考えてるんですけど、ちょっともう先に答え言っちゃうんですけどね、今このランタンの中にある光をものすごく慎重に見てるんです。大丈夫かな、これ大丈夫かなって。その光はこんな大きな光になるよみたいな感じで、すごく大きな可能性がある流れに今入ろうとしてるっていう感じがするんですね。でもこれまだ私から見ると逆位置なので、それがもうまさに理想で、もう本当に夢みたいっていう、その夢の通り、理想の通りじゃないにしても十分楽しいし、十分学べるし、もう本当にこんないろんな出来事がある夏ってないよねみたいな感じがあるので、ぜひそこに楽しんで乗っていってほしいなと思います。で気をつけることとしても、やっぱり障害っていうものでもないっていうぐらいで、やはり人との関係いいですよって、自分では伝わってないんじゃないかとか、自分ではもうちょっとこういう言い方すればよかったなみたいな思うことがあったとしても、相手の受け止め方だっていろいろだし、その時分からなくても後で分かるとかもありますし、とにかくこの8月の前半、特に23日ぐらいまでっていうのは、人との関係がすごく豊かで、そこからいろんなものが生まれるよっていうふうに言われています。でこれまで少し時間をかけてきたことがあったら、もうそれ今それやり時なんだなみたいな感じがしますね。ちょっと慎重になりすぎて時間をかけていたとか、いつかやりたいと思って温めていたこととか、なかなかそれをするきっかけがなかったっていう人にとっては、いつかやりたいって言って止まっていたことが
外側から急になんか風が吹いてきて今ですかみたいな、なんかそんな感じがします。自分からなんか無理やり行くっていうよりも、あのこうなったらいいな、こうしたいなと思うことに関しての情報が飛んできて、はーって掴むみたいな、本当に矢を掴むような、一瞬にしてその可能性を掴んでいくよっていう感じが出ています。でも感覚的にはもっと落ち着いて慎重に確かめながら、保証も感じながら行きたいって思うと思うんですけど、それを感じている時間はないっていう感じがしますね。後でそれはじっくり味わっていただくとして、もう今は行っちゃっていいんじゃないですかっていう感じがします。でおそらく、ちょっと見てみようかなうんなんかおそらくご自身ではもうちょっと知識が欲しいとか、もうちょっと何かの技術が欲しいとか、そういう何か新しいその可能性に向けて何かが足りないっていうふうに思いがちですけれども、いや十分あるよと。で逆に全部揃ってない方が美味しいんだよみたいな感じで言われてます。これはもし人間関係で言うなら、今すごく人との関係がいい時じゃないですか。で出会いが欲しいとか、例えば新しい仕事にしてもね、何か新しい契約を結びたいっていう方も全てにおいてなんですけど、なんていうかな、もし人との出会いだったら、自分がもうちょっとなんかこうであったらよかったのにって思うかもしれないけど、そうじゃない部分がより人間らしいというか、より魅力的でうまくいくんだよっていう、本当にこれはびっくりするような嬉しいことにつながるんだよっていうふうに言われているので、ウィッシュカードですからね、どんな願いを自分にするかなんですけどね、とてもいいです。揃ってなくていいです。揃ってない方がいいかもしれない。その方が面白いです。自分では立場が悪いなって思ってるかもしれないけど、それも多分逆にいいんでしょうね。ソードの4、はなるほど。なんかあまりにもこう出来事が早すぎたり、すっごく嬉しいことなんだけど、それをちゃんと感じたいとか、ちゃんと落ち着いて感じたいって思うがゆえに、なんかちょっと待ってちょっと待ってってこう止める、一時停止のボタンを押してしまいそうになるって感じがしますね。心の準備をしたいんだみたいな感じ。そうですね、ちょっと心の準備できたら、もう8月の16日ぐらいまでにしていただけますかできたら、ちょっと星の話をすると、8月2日が、満月なんですね。でこの満月って月が水亀座にあるので、非常に水亀座の皆さんは感情が高ぶりやすかったり、緊張しやすかったり、何かの思いがマックスになりやすいんですね。でもそれってそれだけこう高ぶるからこそ、気づかないことに気づいたり、新しい発見があったりするので、あんまりそこで慌てふためかないでください。で2日が、もしピークだったとしても、3日4日とどんどん落ち着いてきます。でさらには8月の8日9日10日8、9、10あたりでものすごく鎮静します。むしろその良さが分かるっていう感じです。でその後に8月16日が新月なんですが、この新月は本当にパートナーシップとか契約とか1対1の関係性においてとてもいいものなので、ご自身がどんな関係を作っていきたいのか、どんな信頼を作っていきたいのか、そして何とつながりたいのか、誰とつながりたいのかっていうのをしっかりと意図していただくと、その時の自分がどういう状態であれ関係なく、それはとってもいいことになるよっていうふうに言われています。でむしろちょっと想定外の動きになるかもしれないので、それに対してご自身がちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってってこうなんか急にストップかけたくなるみたいな感じがありますね。でもストップかけてもいいですけれど、カードのメッセージとしては、もう今がそのタイミングなんですよってみたいなね感じで言われていて、もっとなんか祝福してくださいと、もっと喜んでくださいと、自分で自分をこう抑えて、この状態だから安心なんだっていう状態に抑えておく必要はないんですよみたいなね感じがしました。そして、1対1の関係性がすごく際立ってていいんですけど、1対1だけじゃないみたいですね。他の人との関係もいいみたいなので、いろんな人と関わって喜びをシェアしてくださいねと、お祝いしてくださいっていうふうに言われてます。なので感情的になんかとっても満たされる1ヶ月になりそうですね。何か本当に
表面で何かをごまかすのではなく、自分の中に本当に望んでいたことに歩みを進めるって感じかな。本当に望んでいた関係になるように一歩進めてみるみたいな、そんな感じです。もしくは本当にやりたかったことに対して一歩アプローチしてみる、応募してみるとかもそうですし、何かそういうのがあるかもしれませんね。とてもいい流れです。ご自身おそらく水亀座の皆さんが感じている感情を皆さんが感じている感情が10ぐらいだとしたら、その9ぐらいに抑えとこうみたいな感じがあると思うんですけど、カードで見たらいやいや17ぐらいいきますよねみたいな感じで、プラス7ぐらいいくかなっていう感じがしました。そうね。でもそんなプラス7もいいんですかって言ってちょっと遠慮するとかね、止めたくなるみたいな感じですけど、カードいやそんなことを気にせずにマックス喜んだらいいじゃないですかみたいな。ちょっとオラクルを見てみます。動きが早いですもんね。インスピレーションということでやっぱりひらめきも出てきそうですし、またこれはカップのキングということで何かそういうヒントを与えてくれる人からのいいアドバイスがあるかもしれませんね。死神、何の時代が終わるんでしょう。そしてユニティ、団結する、統合する、なんかそうですね、この1ヶ月は、8月23日まではとにかくパートナーシップとてもいいです。でそれ以降ダメっていうことではなく、それ以降はもっと深い関係性、もっと信頼を作っていこう、表面的なことでない深く掘っていこうみたいな形になるので、23日までに何かしらのいい出来事があるんだと思うので、それまでにもし来たチャンスがあれば乗ってください。そして自分一人では起こせないとか、自分一人では動けないってなってる方は誰かに相談してみてください。相談するにもとてもいい時です。で実際にそういういいアドバイスをもらえるんじゃないかとか、もしくは対人じゃなくても、こういった動画でもそうですし、何かの本でも記事でも何かいいヒントを得られそうな気がします。でそれによって自分で決着がつく、何かを終えることができる、古い自分の感覚を終えることができる、そして新しい何かとつながっていくみたいなね、つながっていく、団結していく、統合されていくっていうメッセージでした。仕事でも人間関係でもどれでも活かせそうなので、ぜひ楽しい1ヶ月にしてください。今回はここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか参考になりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。いつもありがとうございます。では、いい時間をお過ごしください。失礼します。